こんにちは、こんばんは、空白です。今回はダイソーの商品でフィラメントホルダーを作っていきたいと思います。なぜフィラメントホルダーを作るのかというと2つ理由があります。1つ目はフィラメントをそのまま放置しておくとフィラメントが水分を吸収して造形の際にフィラメントが糸を引いてしまうからです。これはしっかりと乾燥している入れ物に保管することで防げます。2つ目は 3D プリンター本体にフィラメントをかけれないからです。僕が持っている EG3D-K9 というものにはフィラメントをかけるところがあるのですが、見ての通り簡単な作りになっているため重量のあるものは載せられません。また現在はこのような使い方をしていて毎回この準備をしたりするのが面倒だからです。見た目も悪いからですね。次に今回使用していく主な材料を紹介します。タッパー 5.5 リットル、吸湿剤、シリコンチューブです。これに加えて 3D プリンターで3つのものを造形します。タッパーに取り付けるシャフト A、シャフト B、チューブのキャップです。3D プリンターで使うものを 3D プリンターで作るというのはすごくロマンがあります。では早速部品の印刷をしていきます。最初の方は順調に印刷できてますね。ただ途中でフィラメントが絡まってしまっていたようなので造形に失敗しました。今回使ったフィラメントは新品で初めて使用したものなので工場でフィラメントをちゃんと巻いていなかったんでしょうね。最悪です。気を取り直してもう一回印刷していきます。2回目はうまく印刷できました。ただ僕の設定ミスで印刷に9時間もかかってしまったので最悪でした。印刷が終わりました。キャップについては TPU のフィラメントじゃないと無理らしいので PLA しか持ってない僕は断念しました。なので代わりにセロテープで蓋をします。でまたシャフトを組み合わせて中の方のバリを削ります。こうすることで2つのシャフトがはまりやすくなります。では組み立てていきましょう。まずはシャフトを取り付ける位置の確認をします。取り付けた後に何かあったら大変で、この時僕はマジックで印をつけていますが、この時点で穴を開けておいた方がいいです。なぜなら印の点が大きすぎて穴の位置がずれた状態で穴を開けてしまったからです。またシャフトのネジ穴も拡張しておきます。蓋の方のシャフトのネジ止めができました。次はここの底の方のネジ止めをします。実際にフィラメントを装着した状態のまま穴開けとネジ止めをします。ネジ止めができました。最後にフィラメントを外に送り出すチューブを取り付けていきます。いい感じの位置にシリコンチューブの穴を開けたいと思います。穴は開けれたのですがシリコンチューブが入るような穴にはまだなっていません。そのため鉛筆などでどうにか穴を広げていきました。シリコンチューブを通しグルーガンでチューブを固定します。組み立ては完了です。次は実際に 3D プリント中にフィラメントが回るのかを確認します。セットして状況を見守ります。どうやらフィラメントホルダーは機能しているようですが 3D プリンターとフィラメントホルダーが互いに引き寄せられているようです。これは 3D プリンターが軽量であったりフィラメントホルダーに滑り止めがついていないのが原因だと思います。あとフィラメントホルダー自体が斜めに傾いているので下に物を入れてバランスを取るように改善した方がいいですね。いかがでしたか？フィラメントホルダーを作ったことで
フィラメントを乾燥した場所で保管することができるようになりました。また 3D プリント中も空気になるべく触れさせないようにできるのはメリットですね。今回使用した材料などは概要欄に載せておきますので、皆さんもぜひ作ってみてください。あと補足なのですが、穴を手作業で開けるのは本当に大変なので、ドリルがあればそちらを使った方がいいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の高評価をお願いします。次回の動画は週末くらいに投稿する予定です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。